こんにちは、さゆりです。今日は散歩しながら、2021年の私の5大ニュースについて話したいと思います。5つニュースを話します。はい、1つ目、一人暮らしを始めました。一人暮らしを始める前は友達とシェアハウスに住んでいました。で、どうして一人暮らしを始めたかというと、理由は2つあります。1つは私はこうやって YouTube をしていますね。あとオンラインで日本語を教えています。だからやっぱりちょっとうるさかったりするんですよね。だから一緒に住んでいる人に迷惑をかけたくないっていうのが1つ目の理由です。2つ目の理由は、この世界の状況がですね、この先良くならないなって自分の中で感じていて、それだったら自分で部屋を借りて、自分がそこを家だと呼べるような場所を作ろうと思いました。日本で賃貸物件、アパートやマンションを借りるのはだいたい2年契約です。だから2年はここに住むぞと思って決意して、一人暮らしを始めることにしました。シェアハウスで出会った友達とは今も仲良くて、時々ご飯を食べに行ったり遊んだりしています。2つ目のニュースは、iTalki を使うのをやめました。私は iTalki で日本語を教えていたんですけど、新しい生徒さんは募集していない状態だったんですね。で、メッセージをくれる方は皆さん私の YouTube を見てメッセージをくれる方ばかりだったので、じゃあもう自分でウェブサイト作ってやったらいいんじゃないかなと思って始めました。はい、皆さんいつもありがとうございます。YouTube を見てくれている方、そして、レッスンを継続して受けてくれている方のおかげで今の私が生活できます。ありがとうございます。はい、3つ目はこれも YouTube 関係なんですけど、YouTube で出会った他の YouTuber と会いました。もしもしゆうすけさんとケンさんと直接会いました。そのインターネットの力とか YouTube の力に感動しています。で、その私の YouTube が皆さんのおかげで大きくなって、やっぱり YouTube を見てくれてる方とコメントだけじゃなくて、もっと動画の中で交流したかったんですね。だから日本語から英語に翻訳することを何人かの方に頼みました。一緒に作るっていいですよね。今まで一人でやってきたことなので、誰かと一緒に何かを作るのは楽しいですね。ご協力してくれた方々、本当にありがとうございます。これもインターネットの力ですね。多分応募してくれた方はすごく勇気がいることだったと思うんですよ。自信がある方もいると思うんですけど、ほとんどの人はやっぱりまだ日本語を勉強中で、まだ自信をねそんなに持てない状態でこのプロジェクトに参加してもらって、動画の翻訳をしてもらって、少しでもその人たちの自信につながったり、その人たちが学べることがあればよかったかなと思います。そして今日本語を勉強し始めたばかりの人たちの役にも立つと思うので、本当にありがとうございます。はい、次ですね、いろいろソロ活動をしました。一人旅をしました。今年行ったちょっと遠いところだと、沖縄の石垣島と西表島、竹富島に行きました。
はい、今まで沖縄本土には行ったことがあるんですけど、初めて離島に行きました。そこでシュノーケリングをしたり、カヤックをしたり、ハイキングをしたり、自転車に乗ったり、いつも通りアウトドアを楽しみました。で、沖縄と反対で北海道にも行きました。実は北海道は私の憧れの場所だったんですよ。もしここ香川県で一人暮らしをしないんだったら、札幌で一人暮らしをしたいと考えていました。それぐらい好きな場所です。でも実際に札幌に行ってみて、もしかしたら私は札幌にはちょっと住めないかなと思ってしまいました。理由はとても便利で、綺麗なところなんですけど、ちょっと大きすぎました。百聞は一見にしかずということわざがあるんですけど、この意味は100回聞くよりもたった一度でも自分の目で見た方が確かだということです。で、たくさんインターネットで札幌のこととか移住情報を調べたりしたんですけど、やっぱり自分で見に行って感じるものがありますよね。ちょっと言葉では説明できないんですけど、自分の目で見て、ここは私が住みたい場所じゃないなと思いました。それは行かないとわからないことだったので、とても貴重な経験でした。その他の北海道の町にも行きました。一番好きだった町は洞爺町という町です。洞爺町には洞爺湖という大きなドーナツ型の形をした湖があります。これも百聞は一見にしかずで、行かないと良さがわからないというか、写真で見ても素晴らしいんですけど、経験してわかることだと思います。本当に私は洞爺湖が大好きです。その他には動画にもしたんですけど、ソロキャンプをしたり、自転車で旅行しました。しまなみ海道という四国の愛媛県と本州の広島県をつなぐ橋があるんですけど、そこを自転車で渡りました。私は、四国に住んでいるので、自分の町からその橋がある愛媛県の今治というところまで電車で行きました。で、そのまま、電車に自転車を乗せられないので、輪行という手段を使いました。輪行というのは、自転車のタイヤを外して、特別な袋に入れて自転車を運ぶことです。今まで輪行したことはあるんですけど、自転車に詳しい人と一緒だったので任せていました。でも今回は一人で自転車を電車に乗せることができて、自信がつきましたね。いい経験でした。さっき言ったように私は一人が大好きです。でも、時々寂しいなとか、一緒にこういう冒険に出かけてくれる人がいたらいいなとか思う時があったんですね。で、ちょっと恥ずかしいんですけど、恥ずかしくないかマッチングアプリを使ってみました。マッチングアプリっていうのは、英語で言うデーティングアップのことですね。それを使ってみて、普段会わない人と会えたのでとても面白かったです。皆さんも同じだと思うんですけど、類は友を呼ぶということわざがあって、自分と似た考えの人、価値観の人、境遇の人と一緒に、遊ぶこと、友達でいることが多いと思います。私もそうです。私の友達は、経営者かフリーランスか個人事業主とか、もしくはクリエイティブ系の職業の人、あとは英語に興味がある人が多いです。でもそのアプリにいるのは全く別のことに興味を持った人ばかりなんですよ。本当に共通点が少ないんですよね。
それで結構大変でしたねなんか私の多分性格なんですけど、物事を調べたり分析するのが好きなんですね。だからこの自分のデートさえもなんかフィールドワークのようになってしまって、もうアプリを使うのをやめてしまいました。でも自分がいるバブルから一歩足をね、踏み出して違う世界を、学べたのは良かったと思います。で、日本語のアップデートにもなりますね。いろんな世代とかいろんな職業とか興味とか、やっぱり話し方って全然違うんですよ。だからその使う単語とかもいいなとか思ってちょっとメモっていいとか言ったこともあるぐらいなんですけど、完全に不審者ですけどね、男性からしたら。でもすごくいい経験でした。こうやってまとめると、1年って長いようで短いし、短いようで長いんですね。で、何もやってないようで結構いろんなことがありましたね。皆さんもそうだと思います。皆さんの1年はどうでしたか？嬉しいこと、落ち込むこと、楽しいこと、辛いこと、面白いこと、悲しいこと、ときめくこと、もどかしいこと、ワクワクすること、びっくりすることなど、いろいろあったと思います。来年も様々な色がある一年になりますように。